はい、たわごとオープン。リリーと一緒、かわいいということで、ちょっと今日は日に焼けたかな。外でお風呂に入って太陽浴びて真っ黒かなみたいな状態です。はい、たわごと質問1クエスチョン。自と他という若種や勝ち負けの観念を捨ててエデンへ帰還したらどのような良いことがあるのでしょうかねえ、というご質問ですね。でマースアンサー、自我の良いことがいらないという、それらを求めないといった安らぎや静けさがそこにはあります。人生の本当の目的はそのような癒された安らぎと一体なる愛の中にある至福ではないでしょうかねえ。世の中を見ていると今自我世界ですよね。分離、若種エデンから出たね価値観、一体一元性から出てしまうと全てが他ですよね。自分以外全部他になるわけですよ。だから怖いですよね。例えば会社にいたらみんな他ですよ。自と他であらゆるものが外へ行っても木も他ですよ。山も川も他です。自分じゃない。この恐怖は絶大に大きいですね。そしてやられないために戦う、競争する、うぬぼれる、過信する、そういうことをずっと考えるわけですよね。支配する、やられないようにするね。まずはリリーにこれあげようかな。はい、リリーが来ましたね。どう思いますか？自と他っていう見え方、自分はこれであと全部他ですよ。全て敵他。その中で本当に戦う人たちが出てくるわけですよ。で競争する、喧嘩する、戦う、毎日ごまかす、嘘つく、騙す、見つかんないようにする、競争する、そうやって生きるんですよ、人類は。どのような良いことがあるのでしょうかって、この質問自体が逆に僕はこの方に聞きたいのは、自我で生きていいことあるんですかね。なんかあるんだ。全部敵ですよ。でその中で勝った、有名になった、スターになった、偉くなった、また地位だ、名誉だ、全部敵ですよ。だから取引するのもなんかあげないと部下になってもらえませんよ。自分が弱くなったら裏切られますよ。そういう喧嘩の世界でずっと暮らしてるんですよ。安らぎありますか？愛しさありますか？修復ありますか？輝き、子供の頃のような美しき日だまりありますかね。自と他の世界、二元性の世界に安らぎ、癒しはありますかね。自我の良いことがいらないという、私がいないというのは自我の良いことがいらないという
それらを求めないといった安らぎや静けさがあります。愛しさが、人生の本当の目的はそのような癒された安らぎと一体なる愛の中に存在する、そんな中にある至福ではないでしょうかって答えてます。エデンに帰る、どんないいことがありますか。自我を失い、自我の野心を失い、自我の苦しみを失い、ね、幸せとなる。次のご質問、たわごと質問2。自と他という分かたれの価値観によってエデンを出てしまった人々が自我の野心、念望、期待、自我のね、その期待を私などいないと気づくことで終えてしまったとしたら、そのことで消えてゆくものは何ですか、ね、そのことで消えていくもの、マーサンサ、幻のように消えてゆくのは自と他から生まれた自我が引き寄せる、自我が引き寄せるんですね。争いごと、そして混乱、トラブル、損得の戦い、勝つんだ、偉くなるんだ、すごくなるんだってやってるとね、混乱、トラブル、損得の戦い、支配、隷属、分かたれからの恐れ、競争心、焦り、苦しみのように自我から発生する問題のすべてが消えていくのではないでしょうか、ね、その時人は本当の生、美しき人生、真の安らぎ、持続する繁栄や成功、真の喜びを得るのではないでしょうか、ね、人類はエデンを出て自と他が分かたれていると、だから10回にもそれがついてたんですね、一体であるっていうのがね。今ないから、なんで殺しちゃいけないの、なんで騙しちゃいけないの、敵なのにやっつけていいでしょ、敵だから盗んでいいでしょ、ね、敵だから植民地にしていいでしょ、奪っていいでしょ、騙していいでしょ、なわけないですよね、一体なんだからね。もうとんでもないことが起こってくる。じゃあどんなこと？ここにも書いてあります。混乱、トラブル、損得の戦い、支配、隷属、苦しみ、恐れ、競争心、焦り、のたうち回る。こんな価値あります？自我で競争してうぬぼれて過信して醜くなって、美しいその人が、本当は美しかったその人がいい年越えて醜くなってね、80になってまだ野心たぎ出して偉くなるんだ、すごくなるんだ、もう一度繁栄するんだ、今に見てる俺が一番偉いんだ、すごいんだ、その競争、その分離意識、哀れですね。ひょろひょろっと立っているねえ、悲しい。たわごと質問3。クエスチョン。世界中あらゆるトラブルが巻き起こり、人々は今苦しんでいます。やはりこれは人類の自と他という分かたれの思い込みの結果、要はエデンから出た結果、争いの世界ということでしょうか。当然そうですね。マーサンサ、そうですね。天からの、ね、神からのメッセージ、一元一体の世界に目覚め、本当はそうできてるからね、素粒子の一体の世界
特に西洋の方は一神教であるわけです。一神教っていうのは一人の神が想念や言葉や指示でこの宇宙を作ったっていう意味ですよね。一神教ということは一者。一者っていうのは全てが一体だってことですね。一体の世界に目覚め、他を重んじ、ね、一体の仲間、いや一体の肺や心臓、仲間っていうか一体物、ね、他を重んじ、心臓、今回心臓の細胞になったけど、本当は胃の細胞にもなれるんですよね。どこにでもなれるんですよ。ね。どこの細胞にもなれる。一体だからね。一元一体の世界に目覚め、他を重んじ愛し支える生き方へ目覚める、トランスフォームすることを人類に願っているのではないでしょうか。というね、ご質問をいただきました。そもそもこの世界っていうのは一元、素粒子調べると一体ね、一元、そして神秘、素粒子じゃない未知、とてつもない、どこかわからない、いつかわからない、誰かわからない、永遠にね、永遠に知らないことすらも知らない、質問すらない、とんでもないところにいる。でもそうじゃない、現実だと思っている、この世だと思っている、東京だと思っているね。本当は計り知れぬところ、とてつもないところ、そこに出てきた。だから現代の子どもたちが生まれてくると、ここは現実だよ、どこだよ、ね、世田谷だよとかね、地球だよとか、自我が形成されるの早いですね。そういう作りごとに形成される、要は自我を含めた作りごと、それがね、形成されるんですね。そういうこの世界の悲しみが初めにあります。未知なところにね、古代の人たちは生まれてきて、神秘の中に出てきて、ここはどこかわからないという事実の中にいるけどね、今はそれすらも手に入れることができない。はい、ということで今日のね、たわごとは終わります。リリーが、はい、リリーおいで、お座り、ここにいて、はい、それじゃあまたお会いしましょう。お相手はリリー&マースたわごとでした。さようなら。さようなら。はい、たわごとインナーリリーと一緒ということでですね、このご質問以外にね、私などいないっていうことについてのやり方をもっと知りたいという方が結構多いんで、やり方はもう普通になんか嫌なことがあったとか、自我にとって辛いことがあったとかね、苦しいことがあったとか、自我にとってね悪く言われたとかね、
したらまず苦しい辛いとかね認めていただいて、ああ怖いなとか辛いなとか頭にきたなとか、したら誰が、この次は誰がですね、誰が苦しいの辛いの、誰が怖いの、必ず私なんですよ。自我がないとですね、あらゆる苦しみがなくなっちゃうんです。辛さもね恐怖も全部私があって恐怖が生まれるんですよね。自我によってあらゆる問題が生まれるんですね。そしてそれを自我を持ったまま解決しようとするのが人間の営みなんですね。だけど自我自体がないって気づいてしまうと、その原因が終わるんですね。苦しみや辛さやいろんなものがありますでしょ。その原因は全て自我なんです。私がいなかったら死すら死ぬ私がいないんですよね。負ける私もいない、ダメになる私もいない。私がいなかったらあらゆる苦しみから解放される。だからいろんなトラブルや問題がありますよね、世の中に。その原因は全て自我なんですよ、実はね。だけど人間はそうじゃなくて、あいつがこう言ったからだとか、これがこうなったからだとか言うんですね。でだから苦しいんだ、だから怒ってるんだって思うんですよ。だけど誰がっていうとやっぱり私なんですね。全ての原因っていうのは私なんですよ、自我なんですよ。で自我が形成される理由は、自我の人たちからね、1歳2歳3歳ぐらいで自我化していくんです。名前を付けられてね。で名前は嘘ですよね。でどこに生まれたかいつかっていうのは全部嘘、人間が作ったことですね。どこかといったら分からない、永遠に誰か分からない、いつか分からない、どこか神秘なるところです、ね。で私がいるかどうかも分からない、生きてるかどうかも分からないんです本当はね。でそれを人間界が作った、エデンを出て作った。それをねみんなね真実だと思って騙されているというのかな。誰か騙す人がいるわけじゃないんですよ。もうそれが普通になってるっていうことですね。だから私などいなかった、そうか、私がいないっていうのは根本原因ですからね。あらゆる苦しみの根本原因は私ですから。これだから目の開いた人たちはみんなね、無我の勧め、自我の終焉、ノーマインドね、みんなねそのことを進めるんです。根本原因だから、人類の苦しみの。それで戦ってるわけです。それで殺し合ってる、騙し合ってる、奪い合ってる、恨んだり憎んだりね。誰が？私が、自我がね。だから世界中の人が私などいないってやったらどんな世界が来るんでしょう。学校でもねみんな、はいじゃあ私がいない練習しましょうってね、もう自我のない世界がどんどん世界中に生まれたら平和になりますね。本当に平和になる、素晴らしい世界が来ると思います。はい、リリーこれ食べるの？はい、リリーさん、はいはい、それじゃあまたお会いしましょう。お相手はたわごとばっかりのたまうマース&リリでした。さようなら。みんな幸せになってね。私がいなければみんな幸せっていうね。それが自我の根本原因、これが苦しみの根本原因、これが恐れの根本原因です。さようなら。バイバイ。ね。
better from Isaiah will of Isaiah. Now, on air. Digital distribution start.